consensus, but is a recession fully priced into financial markets? We argue that the answer is no, and we believe that the outlook for financial markets, both developed and emerging markets, remains cloudy for the second half of 2022. これで見えてますかね。ポンポンさんこんばんは。なんか久しぶりじゃないポンポンさん。ね、ケイララさんこんばんは。どうも。火曜日だよね。昨日は敬老の日で祝日でしたが、なんかね、すごい疲れてて、もうずっと寝ちゃったよ、もう。3日間もあったのに。で、まだね、疲れがなんか取れてない。よくわかんない。ちょうどこう、涼しくなったんで、寝れやすくなったのかな。寝れやすくなると、結構寝ちゃう方だよね。だからそういうのもあって、なんかずっと寝ちゃいました。なんだっけ YouTube の人じゃなくてなんだっけこっちは、スペースの方どうもイエイということで週末はどうでしたかね、連休でしたね。あ、そうだ、結局あれだよね、台風とか来ててあれか、外であんま出られなかったね、そういえばね。すごい雨で。ね。で、やっと、昨日ちょっと、でもダメだったな。東京はなんか全然ダメでした。ずっと雨でした。うん。まあでも、そういうのもあってね、ずっと寝れたんでよかったです。まだね、疲れ取れてないけど。まあいいや。で、金曜日休みなんだよね。また。そうでしょ。金曜日休みなんだけども、市場は開いてんだよね。先物は。代償が初めて試みる。祝日にマーケットを開けようっていうね。大丈夫なのって。そんなことして。なんかね、止まりそうで嫌なんだけど。トッキーチャンネルさんこんばんは。Y 小沢さんこんばんは。APMM さんこんばんは。島さんこんばんは。ちびたさんこんばんは。どうもです。実はこれ、こっちもやってるんですよ。ズームも。だからズームにいる人も実はいて、ね。ズームのいいとこっていうのは、これ、ライブで見れるからね。ちょっと、ディレイじゃないんですよ。YouTube で見るときはちょっと若干のディレイがあるらしいんですけど。それで今、3つも見せてます、これ。3つっていうのは、左からラージ。ね、これ真ん中がトピックスで、一番右側がミニ先物、ミニ日経先物。で、ミニ日経先物の売買動向今言うね。そうすると、19,937枚。もうほとんど2000枚です、これ、ラージに換算して。で、トピックスが400枚売り越し。ラージが1184枚売り越し。全部売り越しです。でもその中でもミニが一生懸命売ってるんですよね。2000枚ほど売ってます。なのでミニ主導で売られているのでちょっとこれ要注意なんですけども、割りそうで割らないこの230円っていうのがあって一番難しいっていうか既存の前回のいわゆるアンフィニッシュドビジネスなんですけど、それが210円にありまして、2000枚ほどあるんですよ、実は。いい迷惑です。エアコンいらなくなりましたね。そうだね。エアコンいらなくなったけど、雨がね、終わんないっていう。今日もね、なんかすごい
寒いっていうか、まあ涼しい風が吹いてるんで、今、窓開けて、なんかこう、久々に涼しい風が入ってるから、今、開けてるんですけどもね。あんまりこうやって、風に吹かれると寒くなってくるかなって感じなんですけど、まあ、ちょっとマーケットに戻すと、これなんか割りそうで割らないっていう。じゃあ前回の210円ってどれぐらい枚数がそこ溜まってたのかっていう話なんですけど、ちょっと待ってね。Near-term and long-term, we should just be worried. Abigail, thank you. Abigail Doolittle on what's happening with the markets and that VIX curve. Let's turn back to the housing data. Construction of new U.S. homes in the United States rose unexpectedly in August. なんか下に行きそうで行かないっていう、いつものことですけどね、これそのうち行くんだと思います。ただ金曜日はね、そういう兆しを見せといて、結局行かなくてそのままラリーしたんで、まあ、断定はできないんですけども、これを見ていただければと思いますが、スペースで見ている方は、聞いている方はちょっとわからないんですけども、220円に、まずこれが合わせると1300枚ぐらいあるんですよ。はい。で、その下、210円が280枚トレードされて、それが最後なんですけども、安値なんですけども、そこから下行きそうなんですよね。で、220円がこうトリガーポイントになるっていうことなんですけども、その手前で止まってんだよね、230円って。だから、嫌がってんだよね、マーケットね。そこ行きたくないんでしょ。行きたくない理由として、なぜ行きたくないかというと、220円行ったら、もっと下があるかもしれないから。というところだと思います。なので、ちょっと時間の問題なんで、これちょっとね、気になるんですけど、これ一回下げて、下がったところで一巡すればいいんですけどね。そんなところで、そろそろなんかつきそうなつかないような、そんな感じですよね。この240円、ラージの方で、240円が900枚トレードされている。で、その下230円が200枚もない、200枚ちょうどかあるんだけども、でその下は全くないってことは、これも途中で終わってるんですよね。なので、バタバタっと下に行く可能性っていうのはまだ十分あるんで、これ今気をつけてくださいなんですけども、そろそろ行くような感じですよねと。こういう時にシステムが、行きましたか。220円ついた。見損ねた。言おうと思ったんだけど、すごいね。CFD の日経がなんかガタッときましたね。VIX もこんな感じになっちゃった。And that is one thing that you're not going to see significantly. You haven't seen it. And the fact of the matter is that most everybody who is interacting in the existing market, looking to put a home, まだね、なんか鈍いような感じがしますけども。一応でもまあ、ミニ先物が先行して下に行ってるって感じですよね。しかしここで一回落ち着けばいいんですけども、
Let's talk about the relationship between unemployment and home ownership. ちょっと面白いものを作ったんですけどね。Needs to slow this economy down. It needs to get unemployment up. 面白いな、これ。 Can you draw a line between that and what happens in the housing market? これなんだけ I ど do も think、so. But I certainly think that job growth and what happens in the employment こ picture れ is は、important for home buying. CFD、But what's really different about this cycle, guy, 日経 is の that the CFD shortage we're を、seeing in housing is not just on the for sale side, NT it's also on the for 倍 rent 率化に side. した And what you な see やつなんで across すけ this ども、 market, across the country, is that there is a これがなんかね、 steady 先行して動くような both 感じなんです for よ。今 rent だ or から反 homes 発 for してるでし rent, ょ。だから as 反 well 発 as homes for 若 buy. 干今して That るよう means な there's nowhere 感じ for が people to go しますよ to ね。 find cheap shelter. だからこれ Again, が very different め from ちゃ what く we ちゃこう saw 下に行 prior く to the と GFC, 売られ where る we んですけど basically も、 saw, 今こうやって見ると、 rents weren't growing at all. この緑 Rental に vacancies were 乗っ very てます high. からね。You're seeing that across the NT market. 的に And what's 上に行っ also てるって interesting こ is とは that 日 you're seeing 経 the が買われ builders てい today, る the って home こ builders, と the publicly traded か、 home ト builders, ピックスが engaging much more 売 in られているってこ single-family となんだけど homes も、 that are built for rent. And so I believe that 確 as か you に see maybe ト more ピッ people クスは just これ見る frankly と、 can't afford to buy the home that they would like, they'll rent it. Where is that home going to come from? There's a 下の方で shortage of も、 rental units. It's got to be built. 下値でも And 固 that's まっ what て you're るって seeing 感 with the じ。 starts number today. That's the transition that's happening across the market that I think the investor base hasn't really quite cottoned on to yet. Okay, let's get to the investor base now. What is being priced into the housing で、 stocks この and where does that create the CFD、opportunity? NT 倍 It's 率が、 super fascinating. What is なん happening となく right ね、こ now れほら、 is 上 that の the 方に、stocks are valuing in a 反発するような 25% 形 drop に in なって home ますん prices. で、 Just so you これを見る understand, と、まあ、 the 上 only に time 行 you ever saw く、 anything これ like から、 that あれ was か in な、 the 反 GFC 発 where するか home な prices と思っ dropped てま about すが、 30%. But もちろんこれまた下がってくる that, とね、ま home た prices 違 have うんで only ね、 ever dropped about 下もう一 2% 回 in any given 模 year. 索するよう We な think 形な that んです home けど prices も、 over the next year are probably going to 今 drop これ somewhere 15 around 分足で見てるので、 3% ちょ or っと something of that 超 nature. Nothing like 短期の動きなんですけどね。 That's an average. Break it down for me だから本 geographically. 当に相場が反発して上に行くとしたら、これがもの中に入ってくると思うんですけど、今一つここでちょっと止まっているというのは、落ち着いてはいるんでしょうけども、また中入ってくる、下に行くとまたね、売られやすい時代になってくる。で、ちょっとね、中途半端なように見えます。一応その、インパクト的にこの900円、240円で900枚取りされているのは大体、まあ100円ぐらいのインパクトあるかなと思うんですけども、80円から100円かな。そうするとやっぱり160円から140円の間まで下がってもおかしくないっていう状況なので、若干まだね、下値の模索、なんとなくこの大きさを見ると終わってないのかなと思います。Well, there's seasonality, but primarily on homes that you can actually move into quickly. And if you, one of the untold stories in housing is that if you actually look at the market, there's just not a lot of finished standing inventory available to move into. So actually, ただ、 contrary こういうふう to に the 上 question, の方にね、行こうとしてるから、 actually August is a slow month. もう下一回ついたんでもういいんでしょっていうような感じなんでしょうね。上を狙って買ってるような気がするんですけども、どうでしょう。続くかどうかわかんない。スノーマンさんもどうも。失礼。At Bloomberg, we believe in the power of 気にな ideas. んない。 That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. It's a community of global leaders and innovators もう一 who 回 are 見ると思うん blazing ですけど trails も、 to transform business and government. ちょっとね、中途半端に反発してるかなと思いますけど、ここで900枚あって、30円しかいってないっていうのは、いやいや、もうちょっと物足りないのかななんて思ってます。で、こういうふうに見ると、ほら、だんだんまた、上。これのとこか。こっち。
こんばんは。今日はノーポジにしました。そっか。そうだね。難しいもんね、今日ね。いまいちね、ちょっと、さすがに FOMC 前は、ちょっとわかんないのが、実際に75ベーシスポイントだと思うんですけども、マーケットの中にはね、100ベーシスポイント、つまり 1% を上げる可能性っていうのは、なくはないって言ってる人もいるんで、そこをちょっとマーケットを気にしてるのかなと思ってます。で、大体、まあ、もう 1% あったら、それなりに、ヘッジはしてあると思うので、だから今日みたいに、こう、ずるずる下がってきてると思うんですけども。となると、かえってね、その 1% じゃなく75ベーシスポイント、まあ、市場の予想通りっていうことになると、ヘッジがその 1% に対する 1% のヘッジであるならば、75になったときに、売りすぎた分の買い戻しが入ってくると思うんですよ。そうすると、まあイベントも終わってっていうこともあって、75になったときは、若干ちょっとこう乱高下みたいなとこあると思うんですけども、落ち着いたとこで反発するんじゃないかなと思ってます。まあ、要するにもう75は織り込み済みで 1% のリスクをそれも売りヘッジでこなしている分 1% じゃなくて75ベースポイントだった場合に売られすぎた分を買い戻すっていう動きがあるのではないか、そういうふうに思ってます。で、実際には75ベースポイントなんでしょうと思います。トシさんどうも。ズームからあれですね、ワープしましたね。面白いね。ズームのなんかね、チャットみたいなのがあるんですよ。チャットっていうのはこれは参加者っていうのがあって、そこにいた人がこっちに YouTube の方になんかシフトしたんで、ワープ、テレポートしたんでびっくりしました。どうこれ？なかなか使い勝手いいっていうか、今これ反発してるんで、まあ買いが入ってきてるってことですので、もう本当に下げ渋ってますよね。ただこれがまた下に来るとちょっとまた売りが来てるなっていうのはわかるんだけど、今のところね、なんか上の方行きたがってますよね。若干ちょっと中途半端だと思うんですけども。もうなんか涼しくなった。ちょっと冷たい風が吹いてる。窓を閉めよう。ちょっと待って。涼しくなるとやっぱりなんかお風呂とかね入りたくなるよね、やっぱりね。he will bring these regions into the Russian territory, and for him, then that is a tit for tat one up on the Ukrainian side. もう下を模索するの終わったんでしょうか、これ。The issue then becomes Ukraine will not accept this. They still have not accepted Crimea. これを見ていただければと思うんだけど、これはまた下にガンガン行くような感じだと、また売りが来るんでね。気をつけましょうと。
4時ぐらいに朝起きて変な動きしてなければ順張りで入ろうかなと。まあね。in these lands, Luhansk and Donetsk, for the past 8 years. And we should note that in 2014, when Putin said he wanted to have a referendum in Crimea and then annexed it outright, what you had was no international observers. This was another sham vote. And then there was a report that was leaked actually after that showed that actually 40% or more than half voted not for that. So we are already expecting of the outcome of this vote is likely going to be. And that vote came at a time where Putin was back in his second presidency. There was not a lot of economic gains. It was after the financial crisis of 2008. And we did see that his popularity was rising after this. There was a lot of Russian nationalism, and he may be trying to use that as well to shore up a little bit more support domestically so he continue waging this war. So then what is the outcome? Is it going to be more funding and more weapons then from the West and then the UN, particularly if the more cornered Vladimir Putin feels, the more reactive then he'll be? これもまあまあ面白いんだけど I think two things. That's clearly the message from the Ukrainians. Dmytro Kuleba said yesterday, send more weapons. They want to make sure that they have all the weapons and all the ammunition. And right now, the Ukrainians really feel vindicated because they had this successful counter offensive in Ukraine, in the Kherson region, Kharkiv region, excuse me, and then they're moving down to a little bit more in the south. They want to continue regrouping and taking over some of these areas that Russia has control. So what they're going to say to the West is, look, what we are doing right now is working, and we need to continue that on that path. Anne-Marie, you're going to be speaking to Jens Stoltenberg, the NATO Secretary General, very shortly. What's the key question for him? I think we want to get NATO's reaction to this. How do they view this as an escalation? And following up on that, he recently wrote an opinion piece in the Financial Times, which he was calling for unity amongst the Western allies, because it is not lost on him that this winter, and Guy, you're living it, is going to be incredibly difficult for Europeans. If you look at what is going on in the energy sector, shutting down factories, they're going to be entering into recession, and then on top of that, individual households are really going to have a hard time paying their electricity bills. And what Jens Stoltenberg, what he warned about was potentially civil unrest in Europe because of what is going on with Russia from the West. Anne-Marie, looking forward to you. Thank you very much indeed for joining us and giving us a preview. Bloomberg's Anne-Marie, as we say, Anne-Marie, speaking マルチタスクっていうのこれ NATO Secretary わかんないけど within the next hour. Really looking forward to what he has to say. This is Bloomberg. 反発したよなこれ。何？反発してますよ先生。At Bloomberg, we believe in the power of ideas. さっ That's きの why 見てみ we ようか。 launched Bloomberg New Economy Catalyst. It's a community これなんだけ of ど、 leaders and innovators who are blazing new trails. まあそれなりにね上に行ってるから and government. This platform will help 反 them 発した share ね。 their ideas with the world and provide access to the resources they need to bring them ち to ょっ life. とね中途半端に終わっちゃってるような気がするんで Breakthrough action. Bloomberg 油断できないん New ですけど Economy も Catalyst. だから帰って売りたくなっちゃうんですけどもただね踏まれるのも怖いしねかなりこうもう売られている分踏まれるときっていうのは半端なく踏まれるんでそれはそれでまたリスクがあるんで気をつけましょうということなんでしょうけど昨日のチャートが見つかんないちょっと待ってねどうやって見たんだっけあ、そうだその前に皆さんに質問クイズさあこれは何のチャートだ何かのチャートですここに名前が出ちゃってね
最近なんかみんなが注目している銘柄です。で、ここまで下がったら、先物の感覚で考えちゃうと、買いなのかなと思うんですけどね。もう少し下がったら。今見てるのが、ダブルスコープ。すごいね、これラリーして、どれぐらいラリーしてる？多分、上昇を始めたのが、もう8月、なんだよね、下旬からだよね。8月31日からもうダーッと上がってって、9月15日がもうピークになって、そこからもうダダダダーッと下がってきて、ね。2週間分の上げをなんかこう2日間でも下げてしまったっていう時差があるね。そっか、確かにこれなんかでも結構ね、ちょっと捕まっちゃった人もいるそうで大変ですね。でもまあ、なんなのこれ、電池の会社、リチウム電池開発みたいな感じ。これからの EV とかに使えるやつなんだね、多分ね。だからまあ、バイアンドホールドでいいのかななんて思うんですけども、ただそのデートレがかなり参加してるっていうんで、乱高下 しやすい銘柄だっていうような感じがしますよね。ヒロアユさん、こんばんは、どうも。意外と反発、下げシューブット。ね。ただ、ちょっとね、下がりそうなんですよ。だから、150円近くまでいった方が上がりやすいかなと思ってますけども、この辺がちょっとね、中途半端に見えるのかなと思います。また戻ってこなくなると、またアンフィニッシュ、アンフィニッシュビジネスとはどうなんだろうな。なるか。フィニッシュビジネスにまた戻っちゃうからね。またそのうち戻ってくるっていうことになりますので、それは気をつけた方がいいっていうことですよね。音声早いのスペースやし、ズームは映像が早い。YouTube を参加したい。わがまま。ダブルスコープすればですね、韓国の子会社の上昇価格はかなり下方修正されてる。そっか、それでか。韓国で、なんでこれ、最初何日本の、よくわかんない。日本で上場して、後で韓国の。韓国系の会社なのかね。で、それでなんか、日本で最初にってこと。それもよくわかんないんだけど。なんかでも、ずっとストップ安かなんかな。ね。Twitter でダブルスコースで破産しましたが、破産なのこれ。破産しましたっていうこと。トレンドリーました。信用でどうやって破産するのなどでした。空売りか。ダブルスコース。財務問題あり、2015年で900億円の設備投資債。予定現在のキャッシュは130億。すごいレバレッジかけてんのかなこれ。将来性はあるの？ EV とかに使わないのかね。追証はかかるみたい。そうだね。なんかツイッターでなんかやばいっていうなんかツイッターがいっぱい見えてたような気がするんですけど、ね。
we're getting quite close to recent lows. That seems hard to say right now. Just north of 400. We're at 403 right now. 明日の夜は何時まで放送しますか？ああ、そうか。そういうことか。微妙だね。一回休んでまた入る。何時だっけ？発表3時半だっけ？まだ冬時間じゃないよね。3時半で4時に会見だっけ？早いな。したらあれか、明日は早起きしてからやった方がいいかな。ダメ？こういう時って何？夜中見たい方？そうだよな。寄り付きから見たいな、どっちかって言えば。FOMC はカバーしますか？どうしようね。大事なんだけど。もしあれだったらこれ、まあ別につけっぱでもいいんだけどね。画面を。3桁なら買いたい。ダブルスコープ。ちょっと考えさせて明日。でも結局俺3時ぐらいまで起きてんだよ。毎日。だからさ、考えるほどじゃないんですけどね。じゃあやれよって。そうなんだけど、この、ラップトップがさ、キーボード最近なんかすごい熱くなってくから、ちょっと心配してて、つけっぱっていうのもね、寿命がこう縮むんじゃないかと思って。まあでも明日のあれか、FOMC は大事か。ね。やってみようか、じゃあ。で、途中で俺寝ちゃうかもしれない。でも、これは、YouTube じゃね、やらないと思う、俺。やるとしたら、Zoom でやりますんで。もし、ご興味があれば。この辺がすごい飛ぶと思うよ、この。稲妻ラリーだから稲妻ラリーじゃなくてなんだ下落でもしかしあれだね、結構戻したね、結構さっきさっきのやつさ、やっぱりインディケーターとしていいんじゃないの？思いません？これね、これ言ってるでしょ。でも、例えばこういうとこ行くじゃん。そうすると、売られるんじゃないかと思って、そうするとこっちなんだよね。で、ここ来ると、なんか、ウォータースライディングチックっぽいような動きになりそうだよね、これね。乱高下しそうだよね、ここ。でもね、まだね、なんかね、終わってないような気がするんだよね。で、トピックスはどっちかって言えば、下の方に行くと薄商いになってるような気がするんですけども、なんせミニ日経がちょっとね、不満そうなんですよ。不満。娘がね、ちょっとね、不満そう。
で、お父さんもちょっと言ったんだけど、もうちょっと物足りなさそう。だからお父さんと娘で下を攻撃しそうなんだよ。で、これがこの娘のこの気持ちだからね、これね。気持ちがだから、これ今上に行って、ちょっと機嫌がいいように見せかけといて、こっち下行くともうダウンだからね。気をつけようね。FOMC 後上下ボラ激しそうで。そうだよね。難易度高すぎてインするタイミング。まずだから、さっきも言ったけど、なんつったっけ。そうだから75ベースポイントが一応予想なんだけども、中には100ベースポイントでしょ、ね、中には100ベースポイントあるんじゃないかって言ってる人がいて、で、これもみんな大体知ってるの。だから、頭の中を整理すると、皆さんのね、75ベースポイントがまあ一応予想なんだけども、ひょっとしたら 1% あるんじゃないか。わかんないけど、ひょっとしたらあるんじゃないか。バシッとね、パウエルが決めるんじゃないか。男パウエルが 1%。市場をギャフンと言わせちゃうんじゃないかって、この男は。って思うのがそう、頭の片隅にあるわけですよ。皆さん。で、実際その日、なります。FOMC、結果出ます。ね、ヘッドラインニュース、ポン、75ベースポイント。そっか、予想通りだ。ね、でもその時に思うのが、でも、100ベースポイントはやりそうだったよね。でも75ってことは、100ベースポイントじゃなくて75ってことは25ベースポイントこれ下げたじゃん。で、人はどう考えるかっていうと、25ベースポイントこれ利下げじゃん。勝手にそう思う。で、マーケットはうわーっつって上がる。100じゃなくて75は実際に利下げじゃん。勝手に考えちゃうそれ。で、マーケットがバーッと上がっちゃう。っていうリスクがあるんじゃないかと思ってます、私は。じゃあ実際に100ベースポイントをやったとしよう。そうすると、マーケットはもうびっくりして、ダーッと下がるんだけど、ちょっと待ってよと。100ベースポイント今回やったんだったら、もう年内ね、ここまでやったら様子見しなきゃいけないんで、年内ないんじゃないか。じゃあもうこれで終わり？で、あともう年末利上げのうち、このまんま。もう、これでもう利上げしないんだったら、いいじゃん。また株買われちゃうね。そこでまた。でもまあ一応一巡してからね、一回こうガタッと下がったから。っていうような動きがあるんじゃないかと私は思っています。結局上がるんじゃないか。そう。だから、結局はね、上がるんじゃないかなとどっちにしろ思ってます。で、下に行けば下に行くほど上がりやすくなっちゃう。リバウンドがしやすくなっちゃうってことで。皆さんなんかいつもニックさんの話をね、見てますが、俺が投資家 FRB が75ベースポイントの利上げを行うという100ベースポイントの大きなサプライズが起こる可能性は低いと見ている人もいます。75ベースの場合、金利予想と暗黙のピーク金利が焦点となります。そうね、だから、低いんだけど、片隅にあるんだよ。頭の中。わかるですね。低いんだけど、頭の片隅にあるわけ。100ってのは。だと、厄介なんですよ。75はまあ、もうベースでも分かってました。だけど、
ひょっとしたら、もしかしたら100ベースポイント考えるわけ。そうすると、実際に75になった時に、75がなるんだけど、100から75に落ちたな。勝手に思うんだよ、これね。で、相場が上がっちゃうんだよ、これ。っていう心理的な動きがあるんじゃないかと思ってます。ドイツ銀行、マシュール選手、75ベースポイントを維持することで FRB は不必要に後押しする短期的な政策を後半に引きそう余地を依然としてあると指摘する。これまで以上に大きな動きがない上昇をプラスに止めたりすることがさらに困難になる可能性があるということ。これまで以上に大きな動きとなり、上昇を遅らせたり、止めたりすること、さらに困難になる可能性があるというわけだ。75だと、結局コンセンサス通りで短期的に相場上がると思ってますけどもね。今のこのマーケットでも見ると、ちょっと、反発してるから、もう一回ね、下見てほしいんですよ、本当はね。そっちの方が上がりやすいと思ってます。that the solution in terms of energy transmission is year upon years of investment into infrastructure. 米株3指数ともヘッド&ショルダーですね。ユレイナさんが言ってますけど、そう。そうでか。ちょっと待って、これ見て。どう言ってるの？頑張ってね。これがすごかったね、この下げ。これがだから、今朝の下げなんですよ。現物相手高かったでしょ。9時、ね。その後だよね、もうひたすら下げていったんで、相場が下がってくる。で、あと下げ止まりで、今こうちょっと反発してるんですね、ここでね。じゃあこれ上まで行くよ。いやー。で、この移動平均線が上から下に赤い線として現れてるでしょ。これがだから、こういうのね。In real terms be a recession, but not in nominal terms. Don't forget, even as we reported a so-called recession in the U.S. in the first 2 quarters, the nominal growth on the GDP top line and in the companies was the rate of 8 to 9%. So no, we're not going to have a recession in the classic sense because we don't live in an economy where the impact is mainly on the aggregate demand. 一応なんか連動してますよね。なんかミニと。And unfortunately, going back to one of the other questions, 98% of all economists in the world are trained to only look at the aggregate demand. Well, that is an extremely fair point. And as you point out, though, the supply picture is going to take a while to work itself out. フェドは株価をどのくらいまで下げたいのかな。あんまりね、気にしてないみたい。とにかくインフレ抑制したいわけでしょ。2% にしたいんだって、インフレを。大変なことですよ、それ。だから、あ、そうだ。ユーナさんが言ってた。じゃあ、どれ見ようか。
S&P が出てこない。なんだこれ。フューチャーズにじゃあいいや。ダウにしようか。これのちょっと待って、ケルトナーをちょっと消しようか。ヘッド&ショルダー、この感じ。これか。これがショルダーで、これがヘッドで、ここ下がってると。Thanks so much, Alex. Yeah, I'm so happy to be joined by Jens Stoltenberg, NATO Secretary General at this UN, and especially at this critical time. This morning we've learned that as soon as this weekend, Russia will hold elections in 4 territories, most notably Luhansk and Donetsk. He will then absorb these territories into Russia. What is NATO's reaction? 週足にするとこうなんだけど、referendums do not have any legitimacy, and therefore they don't change the nature of the conflict. This remains a war of aggression by Russia against an independent sovereign nation in Europe, Ukraine, and this willまずね、 further これで言えることは、 worsen the situation, and therefore we need to こっちの左の雲でしょ、こっちの右の雲でしょ、離れすぎてるんですよ。この雲のこの下にいて、かなり乖離されたところにまで振られているわけ。そうすると反発しやすいんですよ。どうにかこの雲のどっちかに戻る。まあこっちはもう過去なんで、こっちに戻ることももちろんないんだけど、こっちの方なんだけど、どう考えても遠すぎんだよね、雲が。だから、下に行けば行くほどものすごい反発されると思ってます。じゃあ今までこういった形でどれぐらい下に行ってたか、我慢してたか。で、それを見るには、意外と日本のマーケットが一番いいかなと思ってまして、日本はミニ日経先物はその道をたどっていました。ね、ほら、どうでしょう？似たような形になってるんですけど、日経の場合はこのまま上行っちゃったんだよね、これね。これが8月の高値ですからね。で、ここの下行ってるから、これ上げたのがもうミニ日経主導で上げてるからね。なんかおかしいなって私は言ってましたけども、そしたら案の定そんな続かなかったですよね。そのまま下がって。で、下がってる時はミニとラージ一緒に下がってたから、売り枚数が増えて下がってったんで、買い上がってくる時のミニ日経先物だけで上がってるのはちょっと信用しない方がいいっていうのがこれで分かりました。だからね、また来年の8月9月こんなような動きまたあると思うんだよね。で、そういう時はもう見抜くしかないよね。ミニだったらそういうことですよ。イケポチャね、どっこり入っちゃったね、これね。ポチャじゃないね、これね。
しかもなんか何回も、1回、2回、3回目なのこれ。よく入ってますねっていう。温泉気分ですか？そんなことはどうでもいいです。ほら、見てこれ。この雲と雲の間、マーケットが下下がって、ここが限界だっていうことは、基本的にパーセンテージでどれぐらい耐えられるかっていうのをこれで調べてみましょうと。まあ、この辺なんで、ここからずーっと、この位置。ざっくり 11.3%。11.3% の乖離幅があります。じゃあ、それをダウミニに当ててみましょうと。で、どういう結果が出るか。11.3 だったよね。よし。じゃあ 11.3% どこまでいくか。これで見てみましょう。雲をどこにしたらいいか。まあ、この辺だな。多分ね。雲のこの下限の部分。ここから 11.3。意外といくか。そこそこ。先生。確か 11.28 だったよね。ここ。ほら、近いじゃん。見たこれ。スペースの皆様。後でYouTube で見ていただければと思いますが、この一目均衡表の、1週間もののやつで、トップのね、この雲から下までの乖離、どれぐらい乖離されたらもう我慢できなくて反発しちゃうかっていうのが日経でマイナス 11.28、まあマイナス 11.3% ぐらいなんですけども、それを、ダウミニ先物で計算した場合、上の雲からずっとマイナス 11.28% 引いてみました。で、その価格はどこに当たるかというと、さあ、紙と鉛筆ありますでしょうか？控えてください。3037に3万飛んで372ポイント。ドルか、これ。だから。3万飛んで372ドル。まあ3万飛んで400ドル割ったらもうそこそことこまで来ましたよってことだよね。もうそれ以上いったらもう反発しますよっていうようなところでしょう。わかり？そういうのを、頭に置いといてね、ここまで来たらもう少し反発するんじゃないかというふうに考えた方がいいと思います。3万飛んで300ドル下がったところです。OK。なんつった今。3万飛んで400ドル下がったと。400割ったとこです。3万飛んで400ドル割ったとこです。やばいね。間違えした。とにかく、上の雲から、11.28% 下がったとこ。decision back in 2014, hardly any NATO ally spent 2% of GDP on defense. And now 10 allies spend 2% of GDP on defense, and the majority of allies have plans in place to be there by a year. じゃあもう一つなんか。
調べてみる？ちょうどこれがあるんで、じゃあ、日経で比べてもしょうがねえだろって。そうか。じゃあ、同じダウで、前回のじゃあね、あれ、金融危機が起きた時の一目金公表結構似てるんで、それも確か上から下までのこの乖離幅っていうのは似たような形になると思いますので、それをちょっと調べてみましょうね。それとまた今回で比べようと。さあ、こうなんだけども、ちょっと難しいのはもうね、途中でもう離れて下行っちゃってんだよね。だからね。まあ、ここで反発っちゃ反発なんでしょうけども、ちょっとね、端っこの方なんだよな、これな。Guy Johnson, that was the NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaking to us here on the sidelines of the UN General Assembly. ここで反発してるんでってことか。ちょっと足りないんじゃないかな。でも意外とここまで来て反発してるんでね、これギリギリなんだけども、この雲じゃなくてこのね、横、ここになっちゃうから、ちょっとね、ちょっと違うんだけども、まあいいや、ちょっと待ってね。ぐたぐた言ってもしょうがない。測ります。じゃあこの、ここから調べますよ、これ。雲の上からね。これがね、2008年5月19日のダウミニなんですけども、1週間もののチャートで一目金公表のこの雲の上から下までいったその乖離幅はどれぐらいあるかっていうのを今チェックします。でん。てれれれれ。おー、すげえ下がんないこれ。さすが金融危機。伊達に下がってるわけじゃねえんだよってやつ。これはすごいな。これは、まあ上からもうね、16.64% 下がってる。ギリギリのところで。で、ちょっと外れたところで、まあ反発するんですけども、16か。すげえな。さすが。金融危機。その手前の足でもマイナス14だからね。それはすげえな。この時ってもう2008年6月の下旬、この辺ってなんかもうあれかね、リーマンが危ういってそんな話になってきたのかな。これだったらついつまうけどさ、まあそこまでは行ってないっていう感じだね、今回ね。その手前で見ると、どうだろう。こっからだからね。After nationalization, the German taxpayer will be on the hook for that cost. So this is a one-off cost which will then continue to run until the その手前でもまあ一応マイナス 14.28、14.12 ってのがある。2008年のその相場が落ちた時のこの落ち方は半端じゃないってことか。あ、そうだね。まあでも、もう 11% 以上ね、下行ってるから、それなりにもうそろそろかなと思いますけど。
belief in the market that things that the European Union have agreed will work to bring down prices. Also, gas storage levels are high. There's a bit of uncertainty within the EU mentioning what will happen on price caps or whether that will be enough. But we're now seeing some confidence in the market that winter is looking okay at this point. But that can all change depending on the weather, depending on what happens with flows. And, you know, I wouldn't say that anybody could with confidence say that, you know, it's over for this winter, but certainly a lot of attention is shifting to next winter. But there'll still be a lot of volatility in the market. Quickly, Olaf Scholz is going to the UAE for a 2-day trip in the Middle East, presumably to secure some gas supplies. What are we expecting to happen? S&P mini futures. And come away empty-handed. And what we think is going to happen this time is him pushing for a little bit more of long-term security. So that's what the sellers want. They want to lock in 15-20-year contracts, and Europe has been quite resistant to that because, you know, we're supposed to be transitioning off gas. Given everything that's happening, we're expecting Germany to be looking at long-term gas deals in a bit more of a serious way, which means we could see some contracts signed. 似てるでしょこれも。左と右に雲が分かるじゃない。ね。でこれも相場がもう一回こうやってバウンスするんで、そのどこまで買いに幅が開いたか、これもまた半端なくすげえな、これ。さすが IT バブル。レジェンドは違うよ。レジェンドは。レジェンドはどこまで行ったか、過去のレジェンド。マイナス 22.69 先輩がいた。すごいレジェンドだ。これはすごいな。だ今の下落の倍ぐらいは言ってんだよ、これ。雲から。そんな乖離される時があったわけだ。まだあるかもしれないって。いやまあ過去はこういう風にあったからね、否定できないな。もうそろそろ反発かなと思ったんですけども、先生、これ、ちょっとこれ見ると、ちょっと違うな。過去のレジェンドはもっとすげえってことが。そういうことだね。IT バブルでもうね、マイナス 22.69 ついてんだよ。反発するまで。これはすごいな。ほんで、2008年がマイナス、なんだっけ、16とかだったよね。で、今回が、せいぜいマイナス11なんですけども、そっか。油断できないな。ということは、かなりこの雲から離れたところまで下まで行ったんだね、これね。すごいね、それ。急な動きだな、これね。なんだ、もうそろそろだと思ったのに、マイナス 11.28 なんて、子供のようだ。残念。まあ、スペースの皆様ね、もう一回 YouTube で見ていただければと思います。何の話してるんですかお、相場に戻んないと。どうほら、売られてきた。言ったじゃん、だから。戻ってきそうだって。でもさっきのは。Pretty ugly day here in Europe for equities.
これ。In one direction throughout most of the session, and that is down. We're kind of circa the 400 mark on the stock 600. FTSE's down around 0.7%. DAX is down around 1.1. CAC's down around 1.4. これでどうなのかだね。Italy's down by about 1.7. Big elections coming up there, of course. So it's turned out to be a fairly difficult day, and we are approaching some fairly key levels. That 400 line on the stock 600, not too far away. Let's just shift it forward actually and show you what the session has looked like, because it is a kind of left. ということで、あとは日銀なんだよね。日銀が22日でしょ。つまり FOMC の結果が出て、結果が、4時とか、3時半に出て、会見4時か。ね、1時間ぐらいなのかな。それが終わって、Other asset classes obviously front and center as well. We watched the BRICS Bank decision, 100 basis points. BRICS Bank clearly signaling it's going to do more, and it's today. Are other central banks going to follow? その日の昼間に日銀だからね、決定が。それで、海外のブルームバーグとか見てると、もうそろそろ日本もですね、我慢できないんじゃないかって。これ、イールドコントロール、イールドカーブコントロールやってるけど、もうそろそろね、修正、あるいは撤廃の話が出るんじゃないか。それを外国のアナリストが期待してます。期待してるっていうか、予想してます。それでだから、そういうことが起きたら、急激な円高になるので気をつけましょうということなんだけど、さあ、実際にそうなるのかなっていうね。黒田さんはもう、自分の人気が終わるまではもう、貫き通すぐらいの感じで、金融緩和を続けるような感じじゃないでしょうか。ね。で、根本的に日本の賃金が上がらないから、それが上がってこないと、実際に本当に物価が上がってこないんで、それが上がれば、まあ、出口作戦というのは考えるけども、みたいな感じで言ってたような気がするんですけども、だから、日本の賃金って上がらないでしょ、どうせ。だから、ひたすら日銀としては、今の現状維持、ね、続けるしかないんですよね。と思ってるんですけども、外国の方たちは、いやー、もう限界でしょう。もうダメですよ。もう日銀、これはもう来ますよ。YCC を撤廃して、撤廃か、まあ、この枠を少し広めると。今 0.25 だけど、わかんないけど、まあ、0.5 とかにするとかっていう話になるんじゃないかっていうのが、海外の人の見解です。そうするとやっぱりそれなりに円高になるということで、円買いがいいんじゃないかみたいな話をしてます。で、これに対するそのリスクは何かっていうふうに考えたときに、また外国人の人が日銀がこれで動くっていうふうに考えてポジションを取ってるわけですから、日経もね、だから売り結構入れてるかもしれない。で、実際に結果が出るときに日銀はね、結局何もやらない、据え置きっていう結果になったらどうするかっていうと、また今度は日経がパコーンと上に上がっちゃうんじゃないかと思ってます。前回がなんかそうだったでしょ。前々回だっけ。ね、日銀が動くんじゃないかっつって結局動かなかったんで、そしたら日経が上に行っちゃったんだけど、それぐらい外国人の人たちは日銀がその金融緩和を撤廃するんじゃないかっていうね、話をしてたんで、それにちょっとこう、信じてた分、そっちの方にポジションを寄せてたんでね。でもそれが起きなかったから、慌てて買い戻す羽目になってしまったっていう事例がありますから、
今回もまた起きてしまうんじゃないかっていうリスクがあるのかななんて思ってます。わかんないですけど。でも、やっぱりひょっとしたらね、これ145円までいっちゃってますからね、パウエルさん利上げ、75%、1% どっちにしろ上げたら、それなりにドル円また動くと思うんで、それをだから政府、日銀、財務省含めてどう考えるかなんですよね。意外と金融緩和じゃなくて引き締め方向に進んじゃうのかななんて。専門家じゃないからわかんないけど、そういうふうに考えちゃいますよね。でもなんとなくできないんじゃないかなと思っております。今、エリオット B 派から C までの下落かなと思ったりもしてます。そうなんですか。エリオットか。B から C ついたら反発するんですよ。ね。あれの分かんないところってなんか数字もあるでしょ。1、2、3があって、ABC があるの。よくわかんない。数字があって、ABC があって。ね。すごいなんかこう、面白いあれですけどね。なんか、段階的にこう考えるみたいなやつ。まあでも、あれでしょうね。フィボナッチの変形みたいなもんでしょうね。というわけで、明日が FOMC でまたマーケットがね、落ち着かない動きになるのでしょうと。それ結果出た後はまたすごいでしょうね。それなりに売られるのかな、最初はね。ただ落ち着いた時に上がっちゃうのかななんて思ってますけど。でもとにかくダウミニで3万飛んで400あったところっていうのはちょっと要注意で、そこから反発なるのかならないか見極めたいと思います。OK。12時半過ぎちゃったか。11時半からやったんだっけ。ちょうど1時間ぐらいか。ということで終わります、急に。すいません。イエーイイエーイ。みんな聞いてたのかな。But we also need to make sure that people have jobs and we need to make sure that people have warm homes to get through the winter. こっちは上の方に行ってるけどね、そのままなんかこうあんまり行きたがらないよね。どうなってんだろう。トピックスとかも全然ね、下の方を見てるからね。売買動向見ますと、ラージが1041枚の売り越し、ミニがもう21,246枚売り越し、21,000っていうことは2100枚。ね、だからミニとラージ合わせただけで3000枚以上、3200枚以上かになるんだ。ライトにしてはがっつり売ってきましたねっていう、そういうイメージですね、これ。ここを買うっていうのはちょっとね、よっぽどいい理由がないと買えない。本当は。はい。トピックスがマイナス274枚。売り越しです。で、トピックスの場合はなんかあんまり派手にね、来ないのが特徴ですよね。だいたい300枚、200枚、300枚ぐらいの単位の売り越し買い越しになっているような気がします。で、一回決めるとあんまり枚数そんな変えないっていうかね。
意外とそのステディな感じで買えないんですよね。だから結構時間経っても300枚だったら、200枚後半で買わなかったりっていうふうになります。OK。ということで、また明日だから、なんだ。まあその時にね、決めてみましょう。FOMC 前はでもね、そんな相場動かないと思うんですよ。結構もう、結果が出るまで、レンジ内で、動くとしたら、夜だから、2時とか、結果が出る1時間半前からこう、ちょこちょこね、ポジションの整理みたいなのがあるんでしょうかよくわかんないけど、あっちこっち動いたりします。はい。OK。まあその時、様子見で、そのまま続けてみるかどうかっていうのを決めていきましょう。多分、自分としては起きてられないんで、やるとしたら、ズームでそのまま見せるっていう感じになると思います。Alright。じゃあ、皆さん、おやすみ。また明日。スペースの皆様どうもです。お疲れ様です。また明日ね。Thank you, thank you. Breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst. 24さんいつもどうもありがとう。けいこさんどうもありがとうございます。はい。じゃあ、一回ミュートにして、で、フェードアウトします。どうも。お疲れ様です。今日もありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。はいはいはい。様子見しました。だよな。全くでもこれ、下見ようとしてるよ、これ。今。スペースは終了。ピュン。じゃあ、